こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と陣森です。この動画を見ているあなた、おそらくセールスソースのライセンス高いなと思ってこの動画を見てくださっていると思います。今日はですね、陣森さん、セールスソースライセンスを見直すプランっていうのを発表しようと思ってます。イエーイ。やっぱね、セールスソースのライセンス高いです。高いけど、ちゃんと使ったらいい使い方ができるんですけど、そもそも土台が高すぎて、このまま使いたくないって思ってる人たちが多いので、今日はこんな課題を持っている方にぜひ聞いてもらいたいと思っております。一つ目。全社員に高額ライセンスが必須と思っている方。二つ目。社員数の増加に伴うランニング費用の膨張に対する悩みを持っている方。三つ目。基本機能を十分に活用できてないのに高いランニング費用を払ってるあなた。そういう方にまずこの内容をお届けしていきたいなと思ってるんですが、結論からお伝えをします。まず私たちに相談をするのは無料です。その後、セールスソースの中を調査をして、このライセンス構成にできますよっていうのは10万円いただきます。その10万円で調査及び提案をさせていただいて、その際に初期構築費用がこれぐらいですよっていう話をさせていただく、そういった内容を今日はお届けしていきたいと思います。成果は努力で作られる。早速スタート。さて、今日はですね、セールスソースのセールスクラウド、サービスクラウドを使っている企業さん向けに、セールスソースライセンス費用を見直しましょうっていう風な内容をぎゅっと集めてお届けしていきたいなと思っております。一人一月あたり2万円のライセンスっていうのがセールスフォースにかかっていると思うんですけど、そのライセンスをなんと社員全員に必要だと思っているような企業さん多いんですよね。もちろん我々はセールスクラウドの商談とかキャンペーンとかバリバリ、ゴリゴリ、ガリガリ、もうすべて使ってるからいいものの、請求書の発行だけで使ってますとか、お客さんとのコミュニケーションをしたメンバーが活動に入れてるから活動内容を見るために使ってますみたいな人なんて19,800円高いじゃないですか。なので私たちフライクのお客様は月額3000円のライセンスで十分に業務を回している企業さんもいらっしゃれば、必要なメンバーだけ12,000円のライセンスを割り当てている企業さんもいらっしゃるので、そのノウハウをこの動画にまとめていきたいなと思っております。で、この動画を見てくださると、そのノウハウを自社ですることもできますので、その5つのチェックポイントを我らシンボリからお話をさせていただきたいなと思っております。では、自社ですることが難しくて、フライクにお願いするってなった時にどういうふうなスケジュールで進めていったらいいのかっていうのもしっかりお話をしていきたいと思います。では、こんな課題ありませんかって言った1つ目なんですけど、全社員に高額ライセンスが必須って思っている人がいるんですけど、どういうふうな思いなのか教えてもらえますか？はい、これはセールスソースさんとかパートナーさんに問い合わせをして、御社の業務だったらセールスクラウドですよ。社員何人ですか？200人ですって感じで契約をしてしまった企業さん、結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思います。ただ実際には商談使ってるのは一部人間ですとか、あとは何でしょうね、リード使ってるのは一部人間ですとか、そもそもこの人ログインしてませんみたいなこともあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。意外とセールスソースのライセンスは組み合わせができるっていう選択肢を知らない人いますよね。多いですね。世の中全員が高級車に乗らなくちゃいけないって思ってる車社会みたいな。いや、軽もあるやん。原付もあるやんみたいなところなので、その組み合わせっていうのはできるので、その組み合わせをちゃんとしてくださいっていう風なところですね。具体的には3000円のライセンスとか12,000円のライセンスっていうのがセールスクラウド、サービスクラウドと併用できます。2つ目、社員数の増加に伴うランニング費用の膨張に対する悩みっていうことで、どういうことを考えてるんですか？いやー、これはやっぱりセールスフォースを顧客管理システムとか、あとは営業管理システムで使ってると、営業が増えれば増えるほど2万、チャリン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 みたいになっていくような企業さんですよね。で、最初導入した当初はランニング費用的にはそんな大きくなかったけど、会社の拡大と比例してランニングも増えていくので、セールスソースやめようかなみたいな企業さんも少なくないのかなと思ってます。そうですよね。やっぱライセンス費用っていうのは固定費になってしまうので、
こう経営をしていくと固定費が増えれば増えるほど不安というか、キャッシュフローにも大きな影響を与えてしまうので、安いライセンスにしたいなって思うか、もしくは解約しようって思っちゃうんですけど、正しい考え方だと思うんですけど、そもそも論、適切な IT ツールが選定できてないこともあるんですよね。例えば、ファイルストレージもセールスフォースでしているとか、トゥードゥ管理もセールスフォースでするから全員いるみたいなこともあるので、まず必要な IT ツールは何ですかっていったところと、必要なライセンスの種別みたいなところをしっかり考えていない企業さん、意外と多いですよね。そして3つ目、基本機能を十分に活用できていないのに高いランニング費用。これどういうことですか？これが一番あるあるなんじゃないかなっていうふうに思います。セールスフォースは機能がすごいたくさんあります。ただそれを本当に一部機能しか使ってないのに一番高いライセンスを契約しているとか、その機能をフルフル使うことを想定した金額なので、それを使ってないのであれば本当にもったいないよねっていうところになってくるかなと思います。つまりライセンス費用を適正化するためには、まずセールスクラウドのライセンスを継続すべきユーザーは、例えばリード、キャンペーン、商談など日常的に使っているユーザーだと思いますし、サービスクラウドを使っている企業さんで引き続き使うべきユーザーっていうのは、ケースとかナレッジとかサービスクラウドコンソールを使っているユーザーだと思うんですけど、それ以外だったら、ぶっちゃけですよ、全員プラットフォームライセンスユーザーに変えていいなと思ってて、これ破格だと思います。3000ですよ。19,800 が3000になりますっていいじゃないですか。ただ、標準オブジェクトの取引先責任者、レポートダッシュボードとカスタマーオブジェクトしか使ってない企業さんって意外といると思うんですよね。なのにセールスクラウドを使っているのはもったいないので、単純にライセンス費用を削減することでライセンス最適化もできますし、もしかすると2つ目、ライセンス費用を維持したまま全社員にライセンスを付与することができる。今はセールスのマネージャーしか使っていないところを全組織に、全メンバーに付与するっていうこともできますし、セールスフォースのライセンスを削減して新しい IT ツール、より便利な IT ツールを導入するってこともできるので、このライセンスの費用を下げるっていうのはめちゃくちゃ重要なことだと思います。ただ、このやり方ってずっとセールスフォースのビジネスをしてきた我々だから分かっているノウハウもあるので、包み隠さず5つのポイントをお話をしていきたいなと思っております。1つ目、ユーザーの利用状況をしっかりと可視化して計画をする。2つ目、ライセンスの種類を最適化する。3つ目、権限とプロファイルをしっかり整理する。4つ目、オブジェクトの設計構成を見直す。5つ目、拡張性や今後の運用コストっていうところもしっかりと検討の対象に入れること。ここまででお話を終えたいんですけど、はい、僕ちょっといい人なんで出したいノウハウを。この内容はホワイトペーパーでもダウンロードできるんですけど、さらっと紹介していきましょう。1つ目、ユーザーの利用状況の可視化と計画なんですけど、これするためにはどういうことをしたらいいんですか？まずは計画をしないといけないよねっていうところですよね。セールスフォースさん、1年契約とか3年契約とかが多いと思うので、その契約更新のタイミングが来ないとライセンスを下げることはできないので、まずはしっかりといつが次の更新なんだっけっていうところを把握した上で、構築とか再検討のスケジュールを組みましょうというところになります。そしてそれをした上で、じゃあ、どのユーザーがどのライセンスを使っているのかっていうところをしっかりと整理する。それをした上でさらにですね、先ほどあったような、本当にセールスクラウドいるのかみたいなところも出てくるので、人とか、部署、役職みたいなところごとに今使っているオブジェクトとか機能を全部洗い出しをしていくっていうところをまず最初にしていただきたいなと思っております。はい、その後ですね。そしたら、今誰が何を使っているのかっていうのが分かってくるので、もうちょっと分かりやすくするために構造化をちゃんと見える化して図を書きましょう。具体的にはオブジェクトの構成図を書きましょうっていうところが4番目。そして最後ですね、これもう本当にもったいないんですけど、所有してるけど使ってない人、これはもう不要なので、そういったユーザーがいないかっていうところをしっかりと洗い出しをしましょう。5つのチェックポイントの2つ目、ライセンス種類の最適化。はい、これはまず契約しているライセンスの機能っていうのを正しく理解をしましょうっていうところになります。セールスクラウドって言ったらリードとか商談とかが一般的な機能で皆さんご認識だと思うんですけど、実はそうじゃないところにもいっぱい機能があって、ケースが使えたりですとか、売上予測が使えたりですとか、あとは
Google とか Microsoft と連携するようなアインシュタイン活動キャプチャーとかがあるので、そういった機能をちゃんと使ってるかとか、どういう機能があるかっていうところを把握する。サービスも同様ですね。サービスクラウドにはサービスクラウドに特化した機能、強いて連携とかインシデント管理とか、あとはマクロとか意外と知られてないですけど、こういった機能があるので、何があるのかっていうところをしっかりと把握をしてください。マクロの画面でどんな色か知ってますか？真っ黒。正解。続いて、じゃあこんなことができるんだ、セールスクラウド、サービスクラウド。実証？こんなことができるんだ、セールスクラウド、サービスクラウドって分かった上で、じゃあ自社って本当にこの機能を全部使ってるのかなっていうところをしっかりと分析をしてください。そうすると意外と100ある機能のうちの1しか使ってねえなとか多分出てくると思うので、それでしっかりと整理をしましょう。で、整理をした上で、やっぱり恩恵受けてないな、標準機能の恩恵受けてないな、全然使えてないな、であればカスタムオブジェクトで十分だと思うので、そこの代替ができるかっていうところを検討をしましょう。続いて3つ目、権限、プロファイルの整理。はい、これ意外と重要なところなんですけど、安いプランは見れるカスタムオブジェクトの数とかが決まってたりですとか、それこそ商談が見れなかったりとかっていうところがあるので、しっかりとその誰がどの権限を与えるかっていうところを整理するっていうところと、セールスクラウド、サービスクラウドのオブジェクトがそもそも見れればいいのか見なくてよいのかっていうところをしっかりと整理をしましょうっていう部分になります。4つ目、オブジェクト設計の見直し。セールスクラウド、サービスクラウドが持っている機能っていうところを本当に利用しているのかっていうところをしっかりと整理をして、フル機能を使ってなければカスタムで作り変えようねっていうところをしっかりと整理をしてください。最後、5つ目です。将来の拡張性、運用コストも考慮対象に入れる。はい、これ今時点を考えるのはすごく大事なんですけど、今後社員が倍になるとか何倍にもなるみたいなところとか、今後こういった機能も使っていきたいよねっていうところをしっかりと見据えた上で、ライセンスの設計、オブジェクトの設計っていうところを実施していきましょう。これ先にライセンスありきで契約をしてしまうと、将来やりたいことがやれなくなったりとか、あとは逆に高いライセンスを契約してしまった、実は入れなかったっていうところが出てくるので、ちゃんと整理をして検討をした上でライセンスを見直しましょう。この内容を聞いてみて、自分たちでデッキやるのって難しいなって思った方って、大半だと思うんですよね。主従関係をチェックしたりとか、参照でいいとか、このライセンス機能を使ってるんだったらこっちにも影響あるみたいなのって、なかなか自社では難しいと思うので、フライクが提供するこのセールスソースライセンス最適化支援のスケジュールと費用を今日最後お話をしていこうかなと思ってます。まずスケジュールなんですが、大体ですね、6ヶ月間ぐらい見てもらいたいなっていうふうに思っておりまして、まず1ヶ月目は初期相談と診断フェーズをするんですけど、具体的に1ヶ月目何をするんですか？はい、まずは60分の無償相談会っていうところで、今のセールスフォースの利用状況であったりですとか、先ほどお話をした5つのチェックポイントに基づいた現状の確認っていうところをさせていただきます。それを実施するとですね、なんとなくもうライセンスを下げるとか、下げれるか下げれないかっていうところの判断であったりですとか、下げるのであればどのくらいの構築をしないといけないのかっていうところで金額感が分かってきますので、このタイミングで大体の概算費用っていうところをお出しさせていただきます。それで合意をこの内容で進めてほしいってなれば、秘密保持契約を結ばせていただいて、調査費用10万円をご契約させていただいて、請求書を発行させていただきます。で、その後、契約の期間中に2週間以内にご提案、サンドボックスの調査と提案をする。で、最終的に初期費用がどれぐらいかっていうのを提示をするっていう流れですよね。はい。10万円って返ってこないんですか？10万円はですね、その後に、この次のフェーズですね、本格的にやりましょうっていう形になった時には、その費用からお値引きをさせていただくので、実質返ってくるっていう形になります。得意な実質無料ですね。実質無料ですね。じゃあ2ヶ月目から5ヶ月目はどういうことやるんですか？ここはもう具体的にもう実際に進めていくっていうところになるので、月にだいたい2回ぐらいで1ヶ月の中でヒアリング、今の現状のもと詳細のヒアリングをさせていただいた上で、新しいライセンス構成で実施するためのカスタムオブジェクトの再構築であったりですとか、あと今の権限みたいなところに踏まえたような権限設定、そしてどういった風なライセンスのプランを実施するかっていうところをしっかりとご提示をさせていただきます。じゃあ今日のこの動画は以上になるんですけど、やっぱね、いいシステムだけどランニング費用が高いっていうのはやっぱり良くないと思うんですよね。なので高いライセンスを使うべき人は継続して使ってほしいし、じゃない人、セールスクラウドの高いライセンス、サービスクラウドのライセンスの高いのを使うべきではない人はやっぱその分固定費を下げて違うシステムの投資とか
その浮いたライセンス費用を誰か違う人に付け替えるみたいなことをして、電車のライセンスの最適化をしていきたいなと思ってます。この10万で固定費を下げれる人ってかなり多いと思ってて、うちのお客さんでも金額は言えないけど数百万円浮いて全社員に付与したみたいな人、お客さんいたじゃないですか。はい、あれはめちゃくちゃいいことだと思ってて、やっぱ経営を安定化していく、持続可能なものにするっていう観点だったら、このライセンス費用は下げてほしいので、ぜひこの動画を見てくださった方、セールスソースのライセンス費用高いな、下げたいなっていう方は私たちフライクにお問い合わせをください。60分間の無償相談会をして、あまり効果なさそうだなと思った時にはお金は発生しないので、お気軽にご相談してください。では今日はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この動画、いいねボタンよろしくお願いします。では次の動画までお楽しみに。バイバーイ。